夢日記3話オムニバス2。今回はストーリー性のあまりない短い3つの話になります。気がつくと自分は生身の体でかなり高い上空をかなりの速さで飛んでいた。自分でもどういう原理で飛んでいるのかは謎でした。自分の斜め前にはピンクの玉を出して回復させる能力がある10代前半の男の子が飛んでいて、自分にめちゃくちゃ話しかけてきていた。話していた内容は覚えていないが、本当に取るに足らない日常会話だった気がする。自分の右斜め45度の上空には無口な筋肉質の男が飛んでいて、そこ男は自分と男の子の会話にも耳を傾けることなく飛んでいた。自分たちはベトナムかインドネシアに向かっている途中らしく、何の用事で向かってるのかはわからないが、男の子はかなり気楽な感じだったので、そこまで深刻な問題で呼ばれたわけではない気がしていた。自分の能力は気象操作らしく、ストームみたいな能力か。ヒートっぽいけど、いまいちどうやって使えばいいのかわからんなと思いながら飛行してたら、記憶が途切れて、次に気がつくと今にも崩れ落ちそうなコンクリートの中の鉄骨が丸見えの、誰もがイメージするような廃墟ビルの中にいた。自分はその廃墟の3階の部屋にいて、しょんべんがしたくなって光牢獄みたいな部屋から出て2階にあるトイレまで降りた。錆で赤茶けている鉄の重い扉を開けると、貞子を100倍ぐらい汚くしたような女が体験を引きずりながら「無法無法」と言いながらやってきた。貞子は自分が開けたトイレの扉の隙間に押し入ると「無法無法」と言いながら便器をめちゃくちゃに破壊し始めた。貞子は気が済むと体験を引きずってどこかへ消えていってしまって、破壊され尽くして原型をとどめていない便器を前にして、はてさてどこにしょんべんをしたもんかなと悩んでいると、今度は顔面に麻袋をかぶった身長3メートルぐらいあるような筋肉もりもりの巨人がやってきて、自分を押しのけてトイレに入るとドアを閉めてしまった。仕方がないので自分はしょんべんを諦めて3階に戻ろうとしたが、3階に登るための階段が破壊されていたので、しょうがなく2階の適当な部屋に入った。その部屋も地下牢獄みたいに暗くて狭くてジメジメしていて、板みたいなベッドに横になって「何このモンスターハウス」と考えていたら、意識が遠のいて、次に気がつくとタクシーの後部座席に乗っていた。助手席にはマウントトークしかしてこない性格の悪い顔見知り程度の知り合いが乗っていて、ひたすらこの間出席したセレブのパーティーで超大金持ちからもらったものの自慢をしていた。その大金持ちはパーティーに来ていた人全員に数千万の車をプレゼントしたらしく、何したらそんなに稼げるんだろうと思っていたら目が覚めました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。